いやー、ついによくわかんないですけど、イルミネーションが我が家にやってきました。とはいえ、ツリーがないので、観葉植物にとりあえず巻きつけて見てます。これがあるだけですごいホリデームードが高まります。イルミネーションは Amazon で買ったもうほんと1000円ぐらいのやつなんですけど、リモコンでこの光り方をいろいろ調整できるって話だったんですが、このリモコンが全然効かないです。もう今日は天気も良くないし、なおかつ、コロナであまり外に出ない方が良さそうだし、ということで。そう、しかも夫は、なんか男性お友達とキャンプに行ったので、今夜は久しぶりに一人でのんびり過ごしたいなと思っている次第です。そう、先週、ちょっと私物ではないんですが、M1MacBook Pro が2週間だけ我が家にやってまいりまして、ちょうどいい機会だったので、私の私物の MacBook Pro 2020年モデル、ちょっとキーボードの調子がずっと悪くて気になってたので、このタイミングで修理に出したんですよね。確か一昨日の夜発送して、今日の朝アップルに修理品が届きましたって来て、もう今さっき修理品発送しましたって出てますね。早っ。そう、そして先週は結構いろんなものが届きましてですね。1個が、じゃじゃーん。ピクセル5。今回ね、カラバリが2色で、黒とジャストブラックだっけな。黒とこの淡いグリーンの、なんだっけ、なんとかセージっていう色の2色だったので、私はポリシー的にこの白またはシルバーのデバイスしか手元に置かないって決めてるんですが、ちょっと選択肢がなかったので、あえてこのセージグリーンの方にしてみました。そしたらすごいおしゃれな色で割と気に入っております。ブラックの方は夫が持っているので、ブラック2であるとどっちがどっちのだか分かんなくなっちゃうっていうのもあったんですけど、今回はカメラに超広角レンズがついたことがもう大きなトピックなのだろうか。正直ちょっとあんまりピクセル4からの変化が、なんだろうな。この、ベゼル、上下のベゼルがなくなって、このカメラがノッチタイプになったことぐらいしかあまり変化が感じられないといえば感じられないんですが、もう少しカメラとか外に出た時にいろいろ試してみようと思ってます。でもすごい可愛いこの色。あとこの質感、なんか艶消しっぽい感じが指紋もあまり目立たなくていい感じです。あとちょっと仕事で使いたかったのもあって、この一脚に足がついたような三脚、ちょっと矛盾がありますけど、小スペースな場所で三脚が立てられるタイプの、これはスタンドポットエアリー5を買ってみたんですけど、ちょっとこの回転式の中央のポールが、センターポールが若干使いづらい感じはあるんですけど、
家の中で BMPCC4K を使って Vlog するのにはめっちゃ便利です。買ってよかった。雲台はちょっとアルカスイスがいいので仮で、このもともとついてたやつを外して、このレオフォトのミニ三脚についていた小さい雲台をつけてみました。しかも160センチぐらいまで伸びるんですけど、これだけ短くなるし、さらにめっちゃ軽いです。ただ、最大乗せられる機材の重さが確か1キロぐらいまでだったと思うので、そもそもは多分コンデジとか運動会で使うようなハンディカムとかをつけるようだと思うんですけど、割と取り回ししやすくて使いやすいです。家 Vlog 用に最適。質感もそんなに安っぽい感じじゃなくて、軽いのでガツッと支えてくれる感じはもちろんないんですけど、しっかり作られてる感じがあります。そして足の部分はそこだけ外してミニ三脚としても使えるみたいです。ここまで足開くので、このぐらい開いておくと割と安定感もさらに出て安心。そしてホームポットミニがいなくなった代わりにやってきたのがネストオーディオです。すごいホームポットミニと逆でデカ重いです。すごい重量感。価格的にも本当にホームポットミニとほぼほぼ同じ1万円台、1万1550円か。完全に競合している感じの製品ですが、やっぱりホームポットミニも私は2台でステレオペアを組んで使うっていうのが肝だなと思ったんですが、やっぱりネストオーディオもおそらくステレオペア組んで使った方がもっとポテンシャル引き出せるんじゃないのかなっていう感じがしますね。もちろん他のこれまでの Google のスマートスピーカーの中ではかなり音がいいと思うんですけど、やっぱ Google ホームというか Google アシスタントはこの辺の YouTube ミュージックとか Spotify とかがもうすぐ使えるっていうのが結構強いですよね。そう、ただ私が実は契約してるの Apple Music と Amazon Music HD なんですよね。夫が Spotify 契約してるんで Spotify は本当快適に Google アシスタントで使えるんですけど、ちょっと AirPlay 使えないと Apple Music も Amazon Music もあんま生きてこなくてですね。あとは AirPlay はAirPlay のネットワーク上にあるスピーカー全部同じ音楽を同時に鳴らすってことができるのが個人的にすごい気に入っていて、それができないのもちょっと残念な感じ。仕方ないんですけど。なので、Apple 製品に依存されていない方、Android デバイスを使っている方、そして Spotify とか YouTube Music 使っていて、かつ Google アシスタント使ってるっていう人たちは、かなり良いのでは、便利に使えるのではないでしょうか。ちなみにさっき LED の照明がいろんな色に光ってたと思うんですが、これはこのフィリップスヒューのヒューシンクっていう PC アプリを入れて、Amazon Music でかけた音楽とこの音をリンクさせるっていうことをやってました。ちょっと作業をしてる時とかは鬱陶しいと思うんですけど、音楽だけじゃなくてゲームとかあとビデオとかとも照明リンクできるので。そしてこの PC、 はい、 M1MacBook Pro 13インチ、メモリー8ギガのモデルです。ちょっとここまでいろいろ今週ちょこちょこ実験などもしてたんですが、今日の
Vlog はいつも使ってるこのRyzen 9 3900X で気泡の RTX2070 スーパーが乗ってる自作 PC ではなくて、ちょっと Mac の方で編集してみようかなと思ってます。よし、とりあえずここまでのファイルを M1Mac のローカルディスク SSD の方に移しました。いつも Windows でやってるときは外付けのハードディスクに元の画像ファイルは保存してるんですけど、ちょっとなるべく M1Mac のパフォーマンスを最大限発揮できるようにということで、今回ファイルは基本的にローカルに置いてみようかなと。なんか今スピーカーがなぜか鳴らなくなっちゃったのでちょっと再起動してみたんですが、 USB-C のモニターをつないだまま再起動するとなんかうまくいかない感じが。モニターケーブル外せば問題なく立ち上がりますね。おー、さすがタイムラインの飼育はサックサクですね。すごい。今ブラックマジックローの動画を24分分ぐらいただタイムラインに並べただけなんですけど、これはサクサクですね。ちょっとここからカラグレとかやっていって文字とか入れたらどうなるかわかんないですけど、とりあえずめっちゃタイムラインの飼育はスムーズです。よし、とりあえずなんとなくタイムラインが整いました。やっぱりこのダヴィンチリゾルブのカットページでこのスピードエディター使って編集するのはやっぱりすごい早いですね。もともとこっちでショートカット駆使されてた方とかはあんま変わんないかもしれないんですけど、今ちょっとカラグレを進めてたんですけど、ちょっとクオリファイヤーとか使って濃度を5つとかまでにしちゃうとさすがにやっぱりちょっとカクカクしちゃう感じはあります。一旦ザザーっとカラグレしてみたんですけど、ちょっとたまに音声がブチブチブチってなる時はあるんですけど、基本は全然スムーズですね。問題なくここまで。こういう Vlog レベルのカラグレであれば余裕でできちゃいます。まだ全然完成形ではないけれども、今11分、12分ぐらいの動画になってるので、ちょっと一旦書き出しのテストをしてみようかな。今回現状はとりあえずそんなにタイトル文字なども入れてないので、だいたい26、7フレームぐらいで書き出せてる感じですね。私はいつも 23.98fps で動画作ってるので、だいたい動画の長さ分ぐらいの時間があれば 4K 動画も書き出せるっていう感じですかね。最終的に12分24秒の動画は13分20秒で書き出せてました。すごいな。いや、15万ちょいの MacBook Pro でここまでできるのは本当にすごいですね。もちろん RTX2070 スーパー積んでる自作 PC にはかなわないですけど、この調子で動画編集できる Mac のノートが存在するというのは非常にありがたい。はい、ちょっと今日は白菜をたくさん消費したいので、白菜のクリーム煮を作ります。
おー、非常にいい香りがしてきました。はいはい。完成です。まあ、ホワイトソースをはしょるレシピで作ってみたけれども、まあ、美味しそうなのではないでしょうか。もう今日は一人なので適当です。お昼に残り物の鯛めしで作った雑炊と白菜のクリーム煮。いただきます。うん、美味しい。